皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。最近多肉ごとをしようと思い外に出ると雨が降り出していることが多いんですよね。気温も29度とそこまで暑くなかったので、外に出るとまた雨がぱらついてきました。とりあえず軒下でもできる作業を先にしようと思い、このトレイの枯れ葉取りをしていました。ついでにポットをもみもみして、いつものなんちゃって仕立て直しをしていました。このレモンベリーも枯れ葉がたくさんついていますね。枯れ葉を取ったらまたこぶいてくれるかな。その隣のルドルフは先ほど枯れ葉取りをしてちょこっとした手直しをしました。多肉ごとの前に作業台の上には今すぐ絶対にやっての動画でカットした火祭りがそのまま置いてあったので、ついでに胴切りしたピーチプリデやパウダーブルーの様子も見ていきましょう。ちなみにこのピーチプリデには2回ほど水やりをしています。親株の方のピーチプリデの葉が1枚取れそうなので、この葉はもったいないので葉差ししておきます。そういえばこのピーチプリデの親株、最初に一つ胴切りしてありましたが、もう芽が出ていますね。そして胴切りした多肉は何に使ったか忘れたと言っていたんですが、実はドーナツ型の寄せ植えに使用していたのを思い出しました。そしてその隣のパウダーブルーは胴切りして葉差し用に葉をもいだんですが、葉をもぐときに葉の水分量が多く、その時茎に傷がついてしまっているので芽が出るのは難しいかな。ウチアサボテンは元気に育っていますが、このまま外に置いておくと貝殻虫がつくので要注意です。成長点のなかったストロベリーアイスはやはり残っていた葉はダメになってしまいました。これは小株です。小株はなんとか持ちこたえていますね。その隣は多肉用の土をひっくり返してしまったレッドベリーです。もう一つ小さい方のレッドベリーのポットは一回り大きなポットに植え替えして少し葉差しをばらまいています。うまく芽が出て増えてくれると嬉しいんですが、そして胴切りしたパウダーブルーのロゼット部分です。こちらはすでに根が出ていました。発根確認は根付きが遅くなる可能性があるため要注意です。先ほどのレモンベリーを持ってきたので、今から枯れ葉を取ってきれいにしていきます。ベランダでは手とピンセットで枯れ葉を取っていましたが、ピンセットだと枯れ葉が滑って取りにくかったりしますが、このピンセットプライヤーを使うとしっかり枯れ葉をつかむことができて、とても枯れ葉が取りやすいんです。ただこれは多肉用ではないため、ピンセットプライヤーの先が少し尖っていて、そのため多肉を傷つけないように枯れ葉を取っていくのがポイントになるんです。今まで使っていた鉗子も使いますが、鉗子は力を入れすぎるとロックがかかってしまい、その度にロックを外すのが結構めんどくさくて、最近ではあまり使わなくなってしまいました。その点のめんどくささがない分、このピンセットプライヤーはとても使いやすいんです。はい、枯れ葉が取り終わったので、軽くポットを揉んで苗の周りの土をピンセットで
ほぐしていきます。ピンセットで土をほぐしていると、思った以上に根張りが良くて、根についていた土がほぐれることで株が少し浮いてきてしまいました。これはあっさり植え替えした方が早そうなので、急遽植え替えすることにしました。ポットから苗を抜いてみると、こんなに根が張っていました。長く伸びた下の方の根はカットしてリセットします。使う土もいつもの土で、鹿沼土に花と野菜の土をブレンドしたものになります。そして日中はまだまだ暑いため、これからすぐに水を吸えるように、残りの根はカットせずにそのまま植え付けました。根と根の間にしっかり土が入るように、ピンセットで土をつついてなじませていきます。水やりすると土が沈むので、少し多めに土を入れています。レモンベリーの枯葉取りと植え替えが完了しました。そしてもう一つ、このギロ×ヒューミリスを持ってきました。この多肉、成長点がじゅれていてちょっと怪しかったんです。とりあえず枯れている外葉をすべて取り、成長点の様子を見ていくことにします。枯れ葉をすべて取り終えると、やはり茎が少し長めになってしまっているため、ポットをもみもみしてちょこっとした手直し。ピンセットで茎をつかみ、このままぐぐっとポットの土の中に苗を引き込んでいきます。苗を安定させるため、周りの土を押さえておきます。そして成長点付近の葉を取ってみると、やはりじゅれていました。とりあえず気になる葉をすべて取り、あとはこのまま様子見ですね。今年はこんな風に成長点付近がじゅれたり蒸れたり、枯れている多肉などいろいろありました。毎年夏になるとこのような症状で多肉をダメにしてしまうことがありますが、今年は今までにないくらいダメにしてしまう多肉が多かったです。皆さんの多肉は大丈夫でしたか？ヒューミリスもとりあえずこのまま様子見です。はい、このトレイの枯れ葉取りがすべて終わりました。ついでにちょこっとした手直しと植え替えもしました。枯れ葉取りをして、その後少し水やりもしているため、多肉がなんだか生き生きしています。このスイートプリンセスも植え替えしました。その隣は胴切りしようと思っているので、植え替えはお預けです。ちょっと可愛い多肉が目に入ってきました。このピンクのコロンとした多肉はモンローです。水を切っていたため丸くなって暑い夏を乗り切ってくれました。はい、ということで今日の動画はいかがだったでしょうか。次回の動画ではこの紅いちごを仕立て直ししていこうと思っています。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価と
チャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。